もし空気中の二酸化炭素からジェット機を飛ばす燃料が作れるとしたら、皆さんは信じられますか？日本のものづくりを支える IHI から世界を揺るがすニュースが発表されました。 CO2 を原料とした SAF を連続的に製造する試験に成功。作られた燃料が航空機に使用できる国際規格の基準をクリアしたのです。成功のカニ、それは火星の過酷な環境に耐える宇宙品質の技術と地上の最先端を行く科学の知恵という異次元のタッグでした。資源を持たない日本が技術の力だけでエネルギー大国に生まれ変わるかもしれない。そんな常識を覆す革命が今まさに動き出したのです。なぜエンジンを作る会社である IHI は燃料そのものを作れてしまったのか。そこには JAXA と共に挑んできた火星探査の系譜とシンガポールとの国際共同開発という2つのドラマが隠されていました。 IHI が実現した現代の錬金術、その種明かしをしていきましょう。まず私たちが普段燃料と呼んでいるものの正体を暴くところから始めます。石油や灯油、そして航空機のジェット燃料、これらはすべて炭素と水素という原子が鎖のように長くつながってできた物質です。これを炭化水素と呼びます。炭素と水素の鎖が燃えてバラバラになるとき、エンジンを動かすあの凄まじい熱エネルギーが生まれるのです。逆に言えば、バラバラになってしまった炭素と水素をもう一度つなぎ合わせることができれば、燃料は人工的に作れるということになります。これこそが合成燃料、またの名を E-Fuel と呼ばれる技術の正体です。材料は工場などから排出された CO2 に含まれる炭素と水を電気分解して作った水素です。この2つを化学反応という接着剤でくっつけて、もう一度エネルギーの塊に戻す。実はこれがこれまでの科学の常識ではとてつもなく難しいことでした。物を燃やした後に残る CO2、 この物質は一度くっついたら容易には離れない非常に頑固な性質を持っているのです。そこから酸素を引き離し、無理やり水素とくっつけるには巨大なエネルギーと複雑な手順が必要になります。これまで世界中で試されてきた従来の方法では、この工程を2段階に分けるのが一般的でした。まず二酸化炭素から酸素を一つだけ取り除き、一酸化炭素という状態にします。これを逆シフト反応と呼びます。次にその一酸化炭素と水素を反応させてから液体の燃料を合成するフィッシャートロプシュ法、通称 FT 法という工程を行います。呪文のような名前が出てきましたが、要するに手間がかかりすぎるということです。2つの全く違う化学反応を行うため、巨大な反応プラントを2つも建設しなければなりません。さらにそれぞれの反応に適した温度や圧力が違うため、調整のための設備も倍増します。カレーを作るためにまず隣の家で野菜を切って、それを車で自分の家に運んでから煮込むようなものですね。これでは時間もお金もかかりすぎて、とてもビジネスとして成立しません。 CO2 から燃料が作れるのは分かっている。でも高すぎて誰も買わない。これが長年この業界に立ちはだかっていた高くて厚い壁でした。しかし IHI はこの常識を根本から覆しました。同社が開発したのは、二酸化炭素と水素を混ぜたタンクに入れるだけで一気にジェット燃料の成分に変えてしまう魔法のような新型触媒です。触媒とは自分自身は変化しないものの、周りの物質の化学反応を劇的に早める仲介役のことです。同社の触媒を使えば、これまで2つの工場で行っていた酸素を外す工程と炭素をつなげる工程がたった一つの反応機の中で一瞬のうちに行われます。先ほどのカレーの例で言えば、野菜と肉を鍋に入れた瞬間、
もう煮込み終わったカレーが出来上がっているようなものです。この一気通貫のプロセスで、プラントの設備は大幅に簡略化され、建設コストも運転コストも劇的に下がります。これまで理論上は可能で止まっていた合成燃料が、一気に安くて使える燃料へと進化する、その扉が開かれたのです。さらに驚くのは、その性能。投入した CO2 のうち、液体炭化水素と呼ばれる燃料の元になる液体に変換できた割合を示す収率という数字があります。これまでの研究では1桁パーセント台、よくても 10% 程度が限界だと言われてきました。IHI が叩き出した数字は世界トップレベルの 26%。ここからさらに精製してジェット燃料を取り出すわけですが、この初期段階での 26% という数字は従来技術の数倍に匹敵する驚異的な高効率なのです。残りの成分も再利用したり別のガスとして活用できたりするため、無駄はほとんどありません。IHI はこの技術によって高コスト体質だった合成燃料の世界に価格破壊を起こそうとしています。ここで一つ大きな疑問が浮かび上がります。世界中の名だたる化学メーカーやエネルギー企業は血眼になって研究しているこの技術をなぜ重工業メーカーの IHI が開発できたのでしょうか。実はそのブレイクスルーの鍵は地上ではなく私たちの頭上遥か彼方宇宙に隠されていました。そもそもそんなに必死になって新しい燃料を作る必要があるのでしょうか。車のように飛行機も電気や水素で飛ばせばいいのではと思ったことはありませんか。実はここが航空業界の最大の悩みなのです。車であればガソリンエンジンをモーターとバッテリーに置き換えることができます。しかし空を飛ぶ飛行機にとってバッテリーはあまりにも重すぎるのです。現在のリチウムイオン電池の性能ではジェット燃料と同じエネルギーを積もうとするとバッテリーの重さは数十倍になってしまいます。これでは乗客を乗せるどころか自分自身の重さで離陸することさえできません。つまり現状の技術では少なくとも今後数十年の間大型旅客機を飛ばすためには軽くてエネルギー密度の高い液体の燃料を燃やし続けるしかないのです。世界ではヨーロッパを中心に飛び恥という言葉が流行したように大量の CO2 をばらまく飛行機は環境破壊の象徴として厳しい批判にさらされています。飛行機を飛ばしたい。でも CO2 は出せない。だけど電動化はできない。この八方塞がりの状況を打破する唯一の切り札として登場したのが今回テーマとなっている SAF です。植物などは成長過程で CO2 を吸収しているため、それを原料にした燃料を燃やしても実質的な CO2 排出量はゼロとみなせる。これが SAF の基本的な考え方です。では今すぐ全ての燃料を SAF に変えればいいではないかと思うでしょう。ここで立ちはだかるのが原料がないというシンプルかつ深刻な問題です。世界で作られている SAF のほとんどは廃食油、つまりレストランや家庭から出る天ぷら油をリサイクルして作られています。しかし今、この天ぷら油をめぐって世界中で凄まじい争奪戦が起きていることをご存知でしょうか。ヨーロッパやアメリカの企業が世界中の廃食油を買い占めに走っており、価格が高騰。日本国内で出た廃食油でさえ高い値段で海外に輸出されてしまっているのが現状です。私たちが天ぷらやフライドポテトを揚げて捨てる油の量だけでは圧倒的に油が足りないのです。試算によると、世界中の廃食油を全て集めたとしても、航空業界が必要とする燃料の数%しか賄えないと言われています。天ぷら油で空を飛ぶというのは素敵なアイデアですが、あくまで一時的なつなぎに過ぎません。このままでは高騰する SAF の影響で航空券の価格が数倍に跳ね上がる未来が待っています。これを防ぐには
廃食油のような有限の資源ではなく、誰の目にも止まらない無尽蔵の資源を使うしかありません。それこそが IHI が目をつけた排ガス中の CO2 です。CO2 を回収し、それを燃料に変えて、また飛行機を飛ばす。そして排出された CO2 をまた回収する。このサイクルが完成すれば、私たちは原料枯渇の恐怖に怯えることなく、自由に空を飛び続けることができます。燃やせるゴミである廃食油を探す時代は終わり、燃やしてしまったゴミである CO2 を蘇らせる時代へ。その転換点において IHI の技術が世界から注目されているのです。先ほど触れた通り、IHI は化学メーカーではありません。なぜ彼らは世界中の化学メーカーが苦戦する技術を開発できたのでしょうか。その秘密である宇宙技術の全貌に迫ります。IHI が 26% という驚異的な数字を叩き出し、連続合成成功に至った理由。それは、同社がこの技術をゼロから開発したのではなく、実は宇宙開発という全く別のフィールドで磨かれてきた技術を地上に持ち込んだからでした。そのブレイクスルーの原点は、日本の宇宙開発を担う JAXA との共同研究。皆さんも将来人類が火星に行く計画があることをなんとなく聞いたことがあるのではないでしょうか。しかし、そこには致命的な問題があります。地球から火星まではあまりに遠く、往復分の燃料をすべてロケットに積んで飛び立とうとすると、ロケットが巨大になりすぎて打ち上げることができません。そうなると、往路の分だけ燃料を積み、帰りの燃料は火星で作るしかありませんよね。幸い、火星の大気の 96% は二酸化炭素です。現地の二酸化炭素を集めて、その場でロケット燃料を作ってしまう。これを専門用語で ISRU と呼びます。IHI は JAXA と共に火星の CO2 からメタンガスを作る基礎技術を長年磨いてきました。しかし、飛行機を飛ばすにはガスではなく液体の燃料が必要です。そこで IHI は宇宙で培った触媒技術をベースに科学産業の世界的ハブであるシンガポールの研究機関 ISCE スクエアードと手を組みました。JAXA と磨いた技術をシンガポールの科学の力で液体の燃料へと進化させたのです。実は今回稼働に成功した試験装置があるのは ISCE スクエアードです。IHI は自社の持つ宇宙由来の触媒技術とシンガポールが持つ高度な化学合成の知見を融合させる道を選びました。世界最高峰のパートナーと手を組んだからこそ、化学メーカーの壁を越え、このスピードで実証までたどり着けたのです。さらに IHI には他社が絶対に真似できない強みがあります。それは同社が日本最大の航空エンジンメーカーであるという事実。普通の化学メーカーであれば、作った燃料は本当に飛行機で使えるかどうかを確かめるために航空会社やエンジンメーカーにお願いしてテストしてもらわなければなりません。しかし IHI にとってそれは隣の部署の話です。自分たちで作った燃料を自分たちが開発したエンジンですぐに燃焼実験しデータを取り、その結果をまた燃料開発にフィードバックする。この圧倒的なスピード感こそがIHI の最大の武器と言えます。宇宙の知恵で作った燃料を地上のエンジンで燃やす。この一気通貫の開発体制があるからこそ、近い将来、私たちの乗る飛行機を飛ばす現実的な解決策として期待されているのです。この技術が完成した先に待っている未来。それは、日本が長年抱えてきた資源がないというコンプレックスの解消です。これまで日本は石油や天然ガスといったエネルギーのほとんどを海外からの輸入に頼ってきました。中東情勢が不安定になればガソリン価格が上がり、円安になれば電気代が上がる。私たちの生活は常に
海外の事情に振り回されてきました。しかし、IHI のこの技術が普及すれば、その構図は180度逆転します。燃料を作るための原料は、これまで厄介者扱いされていた排気ガスと、身の回りにありふれた水だけ。つまり、世界の工場は稼働し、人は生活する限り、原料は国内で半永久的に調達できます。資源のない国と言われた日本が、技術の力だけで産油国のようなエネルギー自給国家に生まれ変わる夢のシナリオが現実味を帯びてきたのです。IHI のビジネスモデルは単に自分たちで作った燃料を売るだけではありません。同社の狙いはこの燃料製造プラントを世界中へ輸出することと考えられます。世界中で脱炭素が叫ばれる中、どこの国の工場も CO2 を減らしたいと悩み、どこの国の航空会社も SAF が欲しいと叫んでいます。同社はこの両方の悩みを同時に解決できる魔法の装置を売ることができるのです。この巨大なサプライチェーンを動かすには日本中の企業の力が必要です。例えば工場や発電所から効率よく CO2 を回収するには三菱重工などの技術も必要でしょう。作られた大量の燃料を日本中の空港に運び給油するためにはエネオスのような石油元売りのインフラが不可欠です。この技術は衰退が危惧される日本の重工長大産業にとって起死回生の特大ホームランになる可能性を秘めています。市場規模も桁違いです。世界の航空燃料の市場は年間数兆円、将来的には数十兆円規模に膨れ上がると予測されています。その一部が従来の石油メジャーから日本の技術が生み出す SAF へと置き換わったら、もちろん実用化までにはコストの低減や大量生産の実証など超えなければならないハードルはまだあります。特に水素の製造コストの低減が大きな課題となって立ちはだかるでしょう。しかし資源を輸入して加工貿易で食べてきた日本が初めてエネルギーそのものを輸出し外貨を稼ぐ未来、これまでは想像もできなかった強い日本経済の姿が火星の技術とアジアの連携によって見え始めました。最後に今日の重要なポイントを3つにまとめておさらいしましょう。1つ目は常識破りの一発合成。複雑な巨大プラントはもういりません。CO2 を一気に燃料に変える驚異の技術がついに試験装置での連続製造に成功しました。2つ目は宇宙技術の地上転用。ゼロから作るのではなく火星探査のために磨かれた JAXA の技術とシンガポールの科学の知見、この最強のタッグこそが実用化への最短ルートです。3つ目は枯渇しない資源への転換。世界中で奪い合いになる廃食油から無限にある CO2 へ。日本がエネルギー技術そのものを輸出する明確な勝ち筋が見えてきました。資源を持たない日本が技術の力だけでエネルギー大国へと生まれ変わる、そんなワクワクする未来がすぐそこまで来ているのかもしれません。皆さんはこの技術が実用化されたら日本の経済や未来はどう変わると思いますか？日本復活の切り札になる。コストの壁が高いのではないか？あとぜひ皆さんの率直なご意見をコメント欄で教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。